皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は福岡県太宰府にやってまいりました。はい、今日ご紹介するのはもう言わずと知れた太宰府天満宮になります。太宰府天満宮はですね、主人の実家が福岡県にあるということで何度も参拝には来ているんですけれども、私がこちらにお参りさせていただくのはもうかれこれ本当5、6年ぶりなんじゃないかなっていうぐらいもうお久しぶりになります。でもうね、この太宰府天満宮は日本全国あまたある天満宮天神様の総本宮ということになりますので、いやもう本当にすごい神社になります。今日もねたくさんの方が参拝にいらっしゃってるんですけれども、私もですね今日は久しぶりの太宰府天満宮のお参り楽しみたいと思います。暑いです。参道がね綺麗なんですよね、この太宰府は。そして鳥居が見えてきました。結構この辺りには参拝者の人たち多いですね。外国人の方たち多いですね。一つ目の鳥居くぐりね、多分手前にも鳥居あるんじゃないかと思いますけれども、そこから鳥居がねいくつも続きますね。2つ目の鳥居をくぐります。真ん中が車道になってまして、結構ね車が結構通ります。スターバックスコーヒーのおしゃれ太宰府バージョン。太宰府名物の梅替え餅、これはね帰りにいただくのを楽しみにしたいと思います。なんかおしゃれなお店がいろいろありますね。絞りモンブランのお店とか。もうこれ参道グルメがやばい。参道グルメが本当にどれも美味しそう。こんな席立てたっけ、すごい。太宰府天満宮のなんとも雰囲気のいい石碑が立っています。失礼します。さあまず天満宮といえばですね、なで牛ですね。それではですね、なで牛をなでさせていただきます。太宰府の地でお亡くなりになられた道真公のご遺骸を引いていた牛があるところで伏して動かなくなり、その場所に御墓所を造営したことが御本殿の創建につながりました。境内にご奉納されている11体の御神牛像のすべてが伏した牛であるのはこれに由来しています。学業に秀でた道真公のご神徳により、御神牛像の頭を撫でると知恵を授かると言われています。御神池がありますね。そして丸いなんか太鼓橋のような新橋を渡って進んでいきます。なんか書いてあるな。そう新寺池と太鼓橋の説明が書かれています。新寺池にかかる3つの太鼓橋はそれぞれ過去、現在、未来という仏教思想に基づく三世一年を表します。太鼓橋を渡って心身ともに清め、天神様がいらっしゃる御本殿へと進んでいきます。これが3つ目の橋になります。
あ、すごい風鈴回廊が設置されてますね。あ、かわいい。風がない。もうちょっとね、風鈴の音聞きたかったですね。あ、でもいい音。太宰府も夏にはこんな風鈴回廊が現れるんですね。はい。では手水舎に向かいます。手水舎、立派。すごい。こんなんだっけ。すごい。さあ、そして立派な赤い御神門をくぐります。この楼門は道真公のひ孫菅原助政によって造営されました。現在の楼門は大正3年に再建されたものです。では失礼します。はい、真正面に御社殿ありますけれども、今実はですね、これ改修工事中なんですよね。でもなんか逆にすごくないですか。これ御社殿の屋根の上になんか植物、木々が植えられていて、あと屋根全体がもう森になってます。すごい。令和9年に道真公が崩御なされてから1125年という大きな節目を迎えます。この節目となる式年大祭を前に約3年をかけ124年ぶりに重要文化財の御本殿の大改修を行っているんです。以前の御本殿は菅原道真公の対のお住まいであった優美な平安の邸宅を模したとも伝えられています。では菅原道真公はなぜここに祀られているのでしょうか。優秀で天皇からの信頼も厚かった道真公を妬んだ藤原時平の陰謀により、いわれのない罪で突然太宰府へと左遷されるという悲劇に見舞われます。不遇のうちに59年の生涯を閉じられた道真公。以降天変地異や疫病、時平一族の不幸が続き、道真公の怨霊がもたらすたたりだと考えられるようになりました。こういった怨霊信仰は非常に強い力があることから、その力を封じるだけではなく逆の力に変えて守護していただこうという信仰は日本においては古くから存在していました。学問に励み、翻訳、国史の編纂、教育などにおいて大きな功績を残した菅原道真公は学問の神様と崇められ、多くの受験生が合格祈願に訪れます。新しい御本殿が完成するまでの3年間、参拝客を迎えるこの仮殿のデザインは飛梅伝説から着想を得て作られた、まさに令和の時代にふさわしい佇まい。3年間という期間限定なので、今しかお目にかかれない貴重な仮殿に子どもたちの受験や就活のお礼参りもできて、とても良い記念になりました。それではですね、ここにも境内風鈴スポットがありますね。風鈴の下にいろいろな願い事を書いて吊るしてありますね。風がない。風が欲しいな。はい、それではですね、今回私初めてなんですけれども、太宰府天満宮の境内社として天海稲荷明神社っていうのがあるみたいなんですよね。ちょっと今回本当に初めて知ったんですが、そちらの方にねお参りしたいと思います。稲荷社の方ですね、こちらでしょうか。では進んでいきます。
辺りからはちょっと雰囲気がガラッと変わりますね。そしていろいろな境内者が祀られている場所になります。すごい森、こんな森になってたんですね。そしてこの辺りは全部梅の木ですね。やはり天満宮といえば梅。菅原道真公がこよなく愛した梅。全国の天満宮にも必ず梅の木が植えられています。太宰府天満宮の御神苑には約6000本の梅の木が植えられています。現在地なので、結構奥まったところにありますね。天海稲荷社行ってみましょう。天海稲荷社、赤い鳥居がやっと見えてきました。結構奥まったところにありますよ。なんかそれだけにやっぱり神聖な空気感が全然違いますね。本当にちょっと山を登っていく感じで、さらに失礼します、階段があります。すごい。これはすごいですね。すいません、ちょっと本当に熱中症の心配もありますので、帽子をかぶったまま参道を進んでおります。暑いんですけど、一気にこの参道の階段を上り始めると木陰になって、ちょっと涼しいかもしれないです。いいですね。赤い鳥居が並んでいて、階段をまだまだありますね。神の使いが現れてくれました。こちらでいいのかな。すごい、やばい、失礼します。すごい、この階段、足腰鍛えててよかった。御社殿です。到着しました。失礼いたします。天海稲荷社。鎌倉時代末期に京都の伏見稲荷大社から誕生され、九州最古のお稲荷さんとして親しまれてきました。御祭神は羽化の御霊の狼、五穀豊穣、商売繁盛、開運をもたらす神様。天に道が開け、運気が上昇する神社として信仰されています。御本殿裏手の階段をさらに進むと、石で囲まれた奥の院も鎮座しているのだそうです。下調べ不足でそちらにお参りすることは叶いませんでした。とても強いご神気を感じることができるスポットのようですので、次回は絶対お参りしようと思います。
もう奥宮って言えるんじゃないでしょうかね。こちら天海稲荷大明神お参りすることができました。いや結構ね、急な階段を登ってきたんですが、このように、スロープ状の参道もありますので、ちょっと階段がきついという方はこの道を行ってもいいかもしれないですね。にぎわう参道や御本殿のあるエリアとは全く違う緑豊かな山の中。本来の太宰府の姿がここにあるような気がしました。さっきは気がつかなかったんですが、御社殿の裏手にですね、夫婦楠がありますね。天然記念物になっていて、いやすごいです。これは、樹齢1000年から1500年と推定されると書いてあります。こんなところにご神木があったんですね。これ確かに一対のクスノキが生えてますね。境内には他にも樹齢1500年を超える大楠もあるそうです。道真公がいらっしゃった時代からここに生き続けているその木を今自分も見ている、そう思うと特別な気持ちになれますね。最後に御朱印を授かりました。真ん中には梅の印も押されています。御朱印帳も梅の花のデザインが多いですね。こちらは人気の水みくじ。授与所でこのおみくじを授かり、水鉢に浮かべます。すると文字が浮かび上がってきます。涼しげなおみくじ、夏にぴったりですね。天神信仰の聖地太宰府天満宮。道真公が天神様となり、永遠にお静まりになられる神聖な場所です。太宰府天満宮お参りしました。ではですね、参道で太宰府名物の梅替え餅、いただきたいと思います。もうお店がたくさんあってね、どこで食べても同じだとは思うんですけれども、こちらもう鳥居の一番近くの寺田屋さんの梅替え餅いただこうかな。太宰府名物梅替え餅。太宰府に左遷された菅原道真公は罪人同然の扱いを受け、外出もままならず食べるものにも困っていました。その様子を見かねた老婆が家の隙間からこっそりと梅の枝に餅を刺して差し入れたそうです。それが梅替え餅という名前の由来です。その名前から梅が入っている梅味なのと思われがちですが、梅は一切入っておりません。もち米とうるち米をブレンドした生地の中に小豆あんを入れて焼き上げた素朴な味わいのあんこ餅です。いただきます。熱い。焼きたてがね、最高ですね。熱い。手が持ってる手がすごい熱いぐらいが熱々の焼きたてです。お餅の中にあんこが入ってます。おいしい。あんこでやけどしそうなぐらい熱い。久しぶりに焼きたての梅替え餅をいただけて、やっぱり最高に美味しかったです。はい、太宰府天満宮いかがでしたでしょうか。いやもう暑くて人が多くて、いやもう本当にね、いや観光名所という感じではありますけれども、天満宮菅原道真公にですね、お礼参り無事することができました。そしてですね、今回は初めてその
ずっと奥の方のですね稲荷社、天海稲荷明神社にもお参りすることができました。とっても神秘的な雰囲気でね、素敵な稲荷神社でした。そんなわけでですね、太宰府天満宮、これからも多分帰省のたびに何度となく参拝させていただくという、本当に私にとっても心の拠り所のような天満宮になりますけれどもね、これからもしっかりとお参りをして、学業成就だけじゃなくて本当にね、強いパワーを持っていらっしゃる菅原道真公様ですからね、これからもねしっかり守ってくださるんじゃないかと信じてね、お参りさせていただきたいと思います。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。